こんにちは、まいです。今回は私の夏を乗り切るマストアイテム8選をお伝えします。猛暑日が続き、紫外線も強烈なまさに夏真っ盛り。私はかなりの汗っかきなので、この暑さの中でもなるべく快適に、さらに絶対に焼けたくないという気持ちで、毎年いろいろと試してきました。今日はそんな暑さと紫外線対策に欠かせない私の夏のマストアイテムをご紹介していきます。それでは行ってみましょう。一つ目はケユカの接触冷感指先まで隠れるアームカバーロング3です。私はブラックを選びましたが、他にもグレーとライトグレーがあります。このアームカバーは指先から肩まですっぽり隠せる超ロング丈で、しっかりと腕全体を紫外線から守ってくれます。中でも私がこれはすごいと思ったのが指先の 2way 仕様です。どうしても焼けやすい手の甲や指先は普通のアームカバーだとちょっと出てしまうことが多く、ストレスになってしまっていた部分でした。しかしこの商品は5本指タイプとミトンタイプをシーンに合わせて切り替えることができます。例えばスマホや鍵を使いたいときはミトンを外して指先だけをちょこっと出して操作することができ、外出中のこのちょっとの指先も焼けたくないという場面ではミトンをかぶせれば指先までしっかり覆うことができます。また使っていくうちに緩みやすい腕口にはアジャスターがついているため、ぴったりサイズに調整することができ、落ちてくるストレスもありません。素材は商品名通り接触冷感で、ひんやりと気持ちの良い肌触りになっています。UV 遮蔽率は 95% 以上で、衣類の紫外線遮断率を示す UPF は最高ランクの50プラスです。もちろん洗濯も OK なので、汗をかく季節にも気兼ねなく使えます。気になる点としては、素材が柔らかく繊細なので、爪やアクセサリーなど鋭利なものが当たると糸が引きつれやすいのではないかというところです。しかし今まで感じていた悩みをまるっと解決してくれるこのアームカバーは、購入してから毎日欠かさず使っているほど夏に手放せないアイテムとなっています。2つ目はカドーのハンディファンストリームミニです。私はホワイトを選びましたが、カラーは他にもクールグレー、ティールブルー、そしてウェブショップ限定カラーのブラックがあります。5年以上使ってきたフランフランのハンディファンが壊れてしまったため、こちらに買い替えました。このハンディファンを選んだ決め手は、なんといってもこの洗練されたデザインです。シンプルなんだけれども細部に美しさを感じるデザインになっており、ただの道具ではなく持っていて心地いいと思わせてくれます。角度も自由に調整できるので、風を当てたいところにぴったり合わせることができます。またコンパクトに畳むこともできるので、カバンに入れても見た目がごちゃつかないのと、ちょっとしたスペースに収納することもできます。手のひらサイズで 164g と軽量なのに、出る風はとてもパワフルです。風速は4段階に調整可能で、最大で6メートル以上のしっかりとした風を感じられます。
充電はタイプ C で PD 充電にも対応しているので高速充電ができます。風が優しく広がるようにと考えられた細かいピッチの吹き出し口は安全面でも配慮されていると感じます。子供がいるとちょっと目を離した時が心配だったりするのですが、万が一子供が手を伸ばして触ってしまったとしても指を挟む心配が少ない構造になっているので、その点でも本当に助かっています。毎日手に取るたびにこれやっぱり好きだなと感じられて、長く大切に使っていきたいと思えるハンディファンです。3つ目は乾燥さんの保湿力スキンケア下地です。今まではラロッシュポゼの日焼け止め化粧下地をずっと愛用していたのですが、もう少し手に取りやすい価格帯でお肌に合うものはないかなと試してみたのがこちらの乾燥さんです。結果、これは大当たりでした。30g で1430円というコスパの良さも魅力なのですが、それ以上に驚いたのが日焼け止め特有の重さやキシキシ感を全く感じなかったことです。まるで保湿クリームを塗っているような感覚で使うことができます。私はいつも通りスキンケアをした後に使っていますが、朝の洗顔後の肌にそのまま塗ることができ、これ1本で化粧水、美容液、乳液、UV カット、化粧下地が完了する時短にもなるアイテムです。チューブから出してみると中身はこのような白い液体ですが、手に伸ばすと透明になって馴染んでくれます。トーンアップやカバー力は私は感じませんでしたが、色付きのベースが苦手な私にとってはそれがむしろちょうどよく感じました。この下地を塗った後はフェイスパウダーで仕上げています。日焼け止め効果は SPF37、PA3+で石鹸でオフすることも可能なので、室内で過ごすことが多い日や仕事の日など、今ではほぼ毎日こちらを使っています。4つ目にご紹介するのはニベアの UV ウォータージェルです。日焼け止め効果は SPF50、PA3+です。これはもうとにかく使いやすさが抜群によく、長年使い続けているお気に入りの日焼け止めです。おすすめのポイントは塗り心地の良さとポンプタイプの使いやすさ。日焼け止め特有の白浮きや圧迫感のようなものが一切なく、塗ったことを忘れるくらいお肌はサラサラしていて軽い使い心地なので一年中使っています。私は日焼け止めの香料が苦手なのですが、こちらは無香料タイプなので香りが気にならずとても快適です。洋服についた時の白残りも私の経験上これまで一度もありませんでした。そして地味にこだわっているポイントがこのポンプ式という仕様です。本体を持ち上げなくてもワンプッシュで使えるので、朝のバタバタしている時間帯にもパッと出せて楽に塗ることができます。ただしウォータープルーフではないので、汗をかく日や外出の際はこまめに塗り直すのがおすすめです。それでもなおこの量で1180円ととっても手に取りやすくて惜しみなく使える。このコスパの良さと使い心地のバランスの良さが何本リピートしたかわからないほど長年使い続けてきた理由です。ちなみに子供の日焼け止めはニベア UV ウォータージェル子供用を使っています。夫もこれで十分と言って一緒に使っています。5つ目にご紹介するのはデオナチュレの薬用ソフトストーンです。こちらももうずっと長年愛用している私の必需品で、使い
始めてから汗の匂いに悩まされることがなくなりました。直接塗れるタイプなので手も汚さず手軽に使うことができ、皮膚への密着感もしっかりあります。スプレー缶と違って使い終わったらそのままポイと捨てられるのも地味に嬉しいところです。ずっとリピートしていて、いつも2個セットで買ってストックを切らさないようにしているほど信頼しているアイテムです。私の場合はお風呂上がりに塗るのが習慣になっています。というのも、朝出かける直前に塗るよりもまだ汗をかいていない清潔な肌のうちに塗る方が匂いケアの効果を個人的に感じられたからでした。体から出た汗は時間が経つほどにどうしても匂いに変わってしまうので、汗をかく前に防ぐというケアを意識して毎晩お風呂上がりに塗っています。ここからは真夏の外出時にバッグに入れて持ち歩いているアイテムたちをご紹介します。こちらはモンベルのトラベルサンブロックアンブレラです。晴雨兼用の折りたたみ傘で、私はこれを2年前から1年中ずっと愛用しています。何よりも気に入っているのは、とにかく軽くてコンパクトなところです。収納時は26センチとバッグに入れてもかさばらず、持ち歩きやすさは抜群です。風が強い日でも壊れにくく、雨の日に使った後も室内で一晩干しておくだけで錆びることなくずっときれいに使えています。日傘と雨傘、どっちを持っていったらいいかなという悩みを解消してくれるオールシーズン頼れるアイテムになっています。ただ、折りたたむのに癖があるのでちょっと面倒なのが唯一のデメリットです。そしてもう一つ、外出中に欠かせないのがハンドタオルです。夏はどうしても汗をかきやすいので、必ずバッグに1枚入れています。使っているのはアビスハビデコールのスーパーパイルハンカチです。このタオルは色味がとにかく美しくて、一目惚れで購入してからというもの、もうずっと虜になっています。カラー展開も豊富で、自分の好みにぴったり合う色が見つかるのも嬉しいところ。日常的に使うものだからこそ、自分の気分が上がる色を選びたくて、そういった意味でも私にとっては機能だけじゃなく気分も上げてくれるアイテムです。肌当たりも柔らかく吸水性も高いので、汗を拭くたびに気持ちがいいなと感じられます。次にご紹介するのは、職場に行くときに毎日持って行っているキントーのトラブルタンベラーです。これは一年中使っているアイテムですが、特に夏は外出先でのこまめな水分補給が大切になるので、重宝しているアイテムとしてご紹介します。まず、何よりも見た目がとってもおしゃれで、この絶妙なフォルムと色合いがとにかくお気に入りです。飲み口の口当たりや 350ml というサイズ感も持ち歩きにはちょうどよく、これを持っていくようになってから職場でも自然とこまめに水分補給ができるようになったなぁと感じています。ちなみに夫も色違いで同じ水筒を持っています。はい、以上が私の夏を乗り切るマストアイテム8選でした。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。